ちは。今日はダイソーの商品トロピカを使ってちょっと横長なバッグを編んでいこうと思います。こちらダイソーの商品トロピカハイビスカスピンク。チャンコードこちらになっています。材質はアクリル 100%、35g で70メートル入っています。頬張りの水車は3から4号、かぎ針は4から5号となっています。バッグの 15×21 センチくらいのバッグの目安が3玉ってことになってます。とカラーナンバーは540番。ハイビスカスピンク。はい。そしたら早速編んでいこうと思います。今回はかぎ針推奨の4号で編んでいこうと思います。この色すごく好きで、絶対編みたいって思ってたんですよね。まずは、鎖編み30目編んでいこうと思います。針に糸をかけてくるっと通すだけですね。2、3、4、5、6、7、8、9、はい、30目編んできました。したら鎖編み1つで立ち上がってもらって、裏山に針を入れます。そしたら、ここに細編みを2目。わかりやすいようにここでマーカーを入れておくといいと思います。留め目のところにマーカーを入れておきます。したらですね、この裏山に1目ずつもう細編みを端まで編んでいきます。はい、端まで来ました。したら端の最後の裏山に針を入れて、ここで細編みを3目編み入れます。したらちょっとこの糸端をキュッと引き締めてもらって、次の目ここですね、ここに針を入れてもらって、また最後の端まで細編みを編み入れます。はい、また最後の端まで編んでいきます。伝え忘れちゃってたんですけど、端の締めのところ、3目編み入れたところとの初めの目と、一応ね、終わりの目にも今回マーカーをつけておきます。はい、じゃあ最後まで編んでいきます。はい、最後の端まで編んできました。したら、ここでですね、初めの2目、細編みで増し目をした同じ目に針を入れてもらって引
一目編みます。一目細編みを編みます。はい。で、1段目完成ですね。で、一応この最後の細編みの目にもマーカーをつけておきます。はい。なのでマーカー全部で4つついているような感じですね。立ち上がりせずに次の目に行ってもらって、ここで2目。一番初めの細編みに2目細編みを編み入れます。立ち上がりせずに行こうと思います。2目編みました。で、次の目も細編み2目の増し目で編み入れます。で、一応最後の増し目の終わりですよっていう意味で、ここにもマーカーをつけていこうと思います。なのでちょっとジャラジャラいっぱいマーカーついてますけど、全部で5つマーカーがつく形になります。このど真ん中のものが段数が変わるマーカー。で、これが増し目が終わるマーカー。この端のここにかかってるマーカーが増し目が始まるマーカー。こちらが増し目が終わるマーカー。で、こちらまた増し目が始まる最後のマーカーっていうことになります。では2段目続けて編んでいきます。今増し目が終わったところなので、また細編みでこのマーカーのところまで一目につき一つずつ細編みを編んでいきます。はい、マーカーのところまで編んできました。そしたらマーカーのところからは一目につき二目ずつ細編みを編んでいきます。で、また始まりのところにマーカーを移し替えておきます。じゃあ、増し目の終わりのところに、マーカーを移し替えておきます。はい。そしたら、ここからまた、ここの端のマーカーのところまで、一目につき一つずつ細編みを編んでいきます。はい。最後の端まで、マーカーのところまで編んできました。そしたらここにも細編み2目編み入れます。はい。それで2段目が終わりました。次は3段目を編んでいきます。3段目は初めの目は細編み段代わりのところでまたマーカーを付け直しておきます。で、次の目はまた増し目、2目の増し目で、次の目は細編み次の目は
2目の増し目。で、またマーカーを付け直しておきます。はい。そしたらまたマーカーのところまで1目につき1つずつ細編みを編んでいきます。はい。またマーカーのところまで来ました。そしたら1目目は普通の細編み。次の目は2目増し目。細編み、増し目、細編み、増し目の順番で端は編みます。で、また端のところまで1目につき1つずつ細編みを編んでいきます。はい、またマーカーのところまで編んできました。さらマーカーを外して、1目目は普通の細編み、次の目は増し目。これで3段目が編めました。次は4段目になります。4段目は1目目に増し目。次の目は細編み。そしてもう一つ次の目も細編み。の順番で編み進めます。増し目。細編み。細編み。そしたらまたマーカーのところまで1目につき1つずつ細編みを編んでいきます。はい、マーカーのところまで編んできました。そしたらここからも増し目、細編み、細編み、増し目、細編み、細編み、増し目、細編み、細編みと編んでいきます。そしたらまた端のマーカーのところまで1目につき1つずつ細編みを編み入れていきます。はい、またマーカーのところまで編んできました。そしたら1目目に増やし目でマーカーを付け替えて、で細編み、細
はい。これで4段目が編めました。はい。そしたら次は5段目を編んでいきます。5段目は、初めの目は細編み、次の目も細編み、次の目も細編み、そして次の目に増し目の順で編んでいきます。細編み、細編み、細編み、増し目。はい。そしたらまたマーカーのところまで細編みを編んでいきます。はい。マーカーのところまで編んできました。そしたらまたここからも同じです。はじめの目、3目目までは1つ目の目につき1つずつ細編みを編み入れます。で、次の目に増やし目、細編み、細編み、細編み、次は増やし目、細編み、細編み、次の目に増やし目、はい。また最後端までマーカーのところまで細編みを編んでいきます。はい。またマーカーのところまで編んできました。そしたらまた同じで細編みを3目、で、次の目に増やし目。はい。これで5段目が編み終わりました。次は6段目です。6段目は、はじめの目は細編み、で、次の目が増やし目。で、次の目が細編み、細編み、細編みと編みます。初めの目が普通の細編み。次が増やし目、細編み、細編み、細編みと編みます。で、またマーカーのところまで編んでいきます。マーカーのところまでいったら、同じように増やし目をして、
ください。で、またここからここまでは細編み。で、またマーカーのところからマーカーまでの間は同じように増やし目をしてください。くるっと一周編み進めていきます。はい、6段目まで編めました。楕円底の編み方はこんな感じです。で、お気づきの方もいるかもしれないんですけど、端は円の増し目と同じなんですね。こうすると円ができるような感じで、マーカーからマーカーの間は、1目につき細編みを1目ずつ編んでいくという感じで、端っこの増し目の仕方は円の増し目と同じです。増し目の仕方として、これが一つの作り目1個分だと考えてもらって、偶数段は段数割る2、マイナス1の目から増やし目。4段目であれば4割る2、マイナス1の目。なので1目目から増やし目。6段目であれば6割る2、マイナス1の目から増やし目。なので2目目から増やし目という形で、そこに増やし目をしていきます。奇数段は簡単で、最後の端に増やし目をしていきます。この法則で何段も段数を増やすことができます。はい。作品を作る中で、何度も同じ説明をすると、わかりにくいですかね。なのでちょっとここで一旦動画を区切らせてもらって、楕円底の編み方っていう形で区切らせてもらおうと思います。同じ日に、このから続きっていう形で動画を上げる予定なので、続きはそちらからどうぞ。したら、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。そしたら、また